最近食べたもの11連発ということで、まずはですね、大阪の仕事前に行きましたこの麺屋てるさんというところですね。茶屋町にあります一日一麺って書いてます。これ食べログでもねすごい点数の高いところで、鶏ポタ的なやつかな。はい、一番シンプルなラーメン頼みました。もううまそうですよね。見た目がもうとにかくうまそうですよね。チャーシューともやしとネギと本当に一番シンプルなラーメン注文しました。このスープね、これがもうさすが鶏ポこれちょっとごめんなさい、僕ラーメンがむちゃくちゃ詳しいわけじゃないんで、おそらく鶏ポタと言われるスープだと思うんですけど、本当に鶏の旨味が凝縮されたようなスープでして、でもしつこくないんですよね。これ不思議なもんでね、こんだけ鶏の旨味が本当に多分こう長時間かけて丁寧に抽出されているので、雑味がなくてすっきりとしていて、かつ旨味がギュッと入っている、こってりしている、でも胃もたれもせずさらっとしているっていう、本当美味しいスープでした。で麺がですね、これ中太麺ぐらいですかね。中太のストレート麺ですね。最近もラーメンも本当にねいろんなスープありますけれども、この鶏ポタもやっぱ僕好きですね。やっぱお腹減ってる時はねこのぐらいガツンといきたいですよね。でも鶏ポタの中でもちょっとあっさりめぐらいなので、すごくありとあらゆる人に受け入れられるようなラーメンじゃないかなと思いました。この後ねいつも大阪で各週で木曜日に出させてもらってる4ちゃんテレビっていうのに出るんですけど、その毎日放送ですね、茶屋町の毎日放送のほんとすぐ近く、徒歩2分ぐらいですねにあります麺屋てるさん。ここちょっとねお昼からちょっと過ぎてたのでまだマシでしたけど、もう多分お昼時は多分行列だと思います。非常に美味しいラーメンでございました。満足度が高いごちそうさまでした。さて続いて日が全く変わりまして、品川駅のキオスクでお弁当買いまして、これ普段買わない弁当なんですけど、この信州名物山賊焼き弁当というね、もう品川駅本当にいろんなお弁当を扱ってらっしゃるのでいろんなあるんですけど、初めて買ってみました。ちょっとこの鶏がねちょっと竜田っぽい感じ、でまたこれはこれで美味しいですね。でボリュームたっぷりですから、鶏肉の物足りないなっていうことはないんですよね。さあまた変わりまして、大阪天神橋筋6丁目、この日もですね大阪の仕事の前にお昼行きました。立ち寿司マグロ一徹というところですね。行けますか。本当にその名の通り立ち食い寿司ですね。丼は何がある？で席もちょろっとあんのかな、外の方になんかね。はい。じゃあ特上本マグロ丼を。多分漬け丼がね一番人気なんでしょうけど、もう人気で終わってましたので、この特上本マグロ丼っていう、これなかなかのお値段しますけども思い切って頼んでみました。いろいろこういうね居酒屋メニューなんかも結構あって、多分夜とかは仕事帰りのサラリーマンの方とかそういう方がねいっぱい飲みながらマグロいただくみたいな、そんな感じなんでしょうね。どうもありがとうございます。さあ来ました。これマグロが本当にいろんな部位がたっぷり入ってます。そして小うどんがついてるんですよ。これが嬉しいですよね。大阪らしい小うどん、綺麗な赤身ですよ。しかもたくさん。海鮮丼とかでねなんかたまに物足りひんところあったりするんですけど、もうここはもうたっぷり。そして私は醤油はこのわさび醤油に
あらかじめしてこうかけるタイプです。割とたっぷりめにかけるタイプです。いただきましょう。で真ん中のとこはネギトロですよね。ネギトロというか中トロの叩いたやつか。これほらもうちょっとどこから食べようか迷うぐらいてんこ盛りになってますのでね。これこんなね大阪の街中で食べれるとは思えないような、ほんとねもちろん臭みもなくすごく美味しいマグロ一徹という看板に偽りなしの本当に美味しいマグロでしたね。多分これ2500円っていう価格も結構頑張ってはるんじゃないでしょうか。すごい美味しいです。これ東京築地あたり行くと多分平気で4000円とかしますからね。今築地でもすごい値段上がってるんでね。そしてこのうどんですよね。もう食べ応え十分ですよ。もう今これネギトロのとこ行きましたね。ガッサーいって、はい、ちょっとこんなんちょっと撮ってみたら、これせんべろメニューなんかもありまして、これちょっと信じられます？お作り5種盛りとおまかせ握り7貫とマグロ3枚、これその中から選ぶんですよね。選んでお酒と1杯で1000円ですよ。おまかせ握り7貫と酒ついて1000円ですよ。やばいですよね。値段バグってますよ。激安で、この味のクオリティ、この辺はねさすが大阪といったところでしょうか。ゴー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 言ってますけど、バカ売れ中のナンバーアイの曲ですね。本当に海鮮丼とうどんっていうザ大阪の昼飯っていう、そういう感じ。胃袋しっかり満足いたしました。さあ続いてところ変わりまして、東京荻窪です。この日ですね、ちょうどバターがカメラを買いたいということで、僕も持ってるXE3 という機種なんですけど、それを中古のやつが買いたいということで、バターのカメラの買い物に今付き合って荻窪にやってまいりました。荻窪行こうかなと思って、カメラあるかなと思って調べたらあって、さあこちらのカメラ屋さんね。カメラ屋が先じゃなくて荻窪が先。そう荻窪が先なんですよね。というのも荻窪でちょっとラーメン食べたかったっていうのもあるんですけど、はい、あまりカメラ興味ない人はこういうところにねほぼ行かないと思うんですが、こうやって中古のカメラがいっぱい並んでるんですよ。これカメラバッグとかね、カメラバッグもありますし、こちらレンズとか本体ね、いろいろ。これね今中古のカメラもね結構値上がりしてましてね、いい値段するんですけれども、めでたくバターの方は富士フィルム XE3、 僕とお揃いの機種を買いましたね。でですね、その後ラーメンを食べようということで、これ麺屋庄司さん、ここがね鯛だしのラーメンだということで、すごいすっきりとしたラーメンで、またこれがもうほら見た目がねまたすごい美しい和のラーメンって感じですよね。本当にしっかりタイの味香りがする上品なラーメンです。これチャーシューの代わりに多分おそらく低温調理されたしっとりとした柔らかいささみとかも入ってるので、鯛だしと鶏ガラスープとみたいなのをこう
ダブルスープみたいな感じなんでしょうかね。ご覧ください、綺麗なラーメンですよ。ほんで煮卵とワンタン入っております。で麺はですね、縮れ麺ですね。中ぐらいとちょい細の間ぐらい、ちょい細縮れ麺。そのちょい細縮れ麺がこの上品なタイのスープにを絡ませて一緒に口の中に入ってきてくれるという。で見えるかな、しっとりささみ以外にもあれ鶏のなんか生ハムみたいなやつも乗ってたりして、鶏が何種類か2種類か乗ってて、これですかね、これの美味しいし、海苔もしっかり、海苔2枚ですよ。海苔2枚って意外と嬉しいですよね。これ何せね、スープが本当にすっきりしてるんでごくごく飲めます。ほらもうこのスープがもうで最後までワンタン取っときましたね。それはフラッシュがこれもう食べ終わってるのにスープね、ずっとスープ延々スープを飲んでしまうという。特に若い子アプリいっぱいある。スープが止まらないんですよね。全然止まらないんですよね、スープがね。止まらないんですよね。でこれもね、最終的にもう飲み干そうということでっていうぐらい本当にすっきりしたスープで平気で飲み干せてしまう美味しいラーメンでございました。さあまた変わりまして、今度広島ですね。これ営業先ですね。なんかの大きいホールでのライブの営業先なんですけど、楽屋ですね。やっぱ広島なんでやっぱ武蔵のお弁当、おにぎり弁当ですね。定番のやつですね。それにカップ麺。武蔵はね、他の動画で武蔵の店舗の方にも行きましたけども美味しかったです。さあそして今度博多。これこの間やった博多のポップアップイベント終わりで、みんなとこれ水炊きですね。博多の定番水炊きのお店行きました。結構な老舗でございまして、いろはっていうお店なんですけれども、本当にねお座敷とかもこうやってあって大人数でも行けるって感じですね。このスープ本当に博多の水炊きのスープ美味しいですよね。そしていろいろ鶏料理もあります。手羽、この手羽もね名古屋のいわゆる山ちゃんとかの手羽とはまた違う感じですよね。シンプルながらこの手羽がめちゃくちゃジューシー。このスープ、そしてこの馬刺し、九州ほんま全部うまいですよね。やっぱこの老舗ならではのね、グツグツこの鶏を見てね、すっきりとした中にも鶏の味で、このねつみれがあったこのつみれをねスタッフさんがこう作っていくんですけど、後ほどご覧に入れますけれども、最初にこのスープ飲むシステムね、これ最高ですよね。ほらうまい。これうまいですよね。うまい。でまたこの鶏ね、これまあもうそもそもの鶏が美味しいのもあるんでしょうけど、ほんと柔らかくてね、なんでこんな柔らかく仕上がるのか。でこのポン酢もね、それぞれのお店が自家製のポン酢で美味しいですよね。でこれこのつみれ、これを
これをきれいにね、これ簡単そうにやってらっしゃいますけどね、結構ねすぐにはやっぱりできないんですって。それはだってこうやってお客さんの前でねやっていくのって若干のプレッシャーもありますしね。そうですね、結構早く丸めれるようになるには半年ぐらい。あ、そうなんや。はいテクニックいいねんな、やっぱ。早く丸めれるようになるまで半年かかるっていうね。それはそうなんですよ。綺麗に丸めないといけないのはもちろんのこと、これ手早くやらないといけないですから、そうですね。手早く、しかも全部のこのつみれの大きさを一定にしないといけないし、となるとね、なかなか難しいですよ。これは綺麗よね。綺麗やわ。そうなんですよ。5ぐらい入れてくれよ。わかりました。2個やろ。はい、2個。じゃあ僕は。あ、自分で入れる。ごめんね。このつみれふわっふわなんですよね。ちょっと下手くそ頑張ってるから行こう。ああ美しい。はい、すいません。ありがとうございます。特に次9月に。これはふわふわですよ。はい。ううまい。ふわふわやこれ。怖いね、これ。あ、同じこと言ってますね。最後ね、ちょっとあれな。みたいな。ちょっと絵面が悪い。さて羽田空港です。ほんとね移動が多かったですね最近ね。これ朝ですね。ちょっとサクッとそばを食ってから行こうということで、はい。どうもありがとうございます。天盛りそば。やっぱ朝はねそばぐらいがええなって思いながらそば屋に来るんですけど、結局天ぷらも食べてしまうっていうね。そして大阪茶屋町、またこれ大阪の仕事の前にお昼ご飯食べに来ましたけども、ほんまにザ普通のお蕎麦屋さんっていう、こういうのもいいんですよね。お蕎麦があってカツ丼とセットみたいなのがあってっていうね、本当に王道のオーソドックスなお蕎麦屋さん、田舎そば、茶屋町田舎そばってね、こういうのがねありがたいんですよ。家の近所になるとすごい助かるようなお店でね、まあここはもう本当に大阪の茶屋町、梅田、ほぼ梅田のエリアですね。すごいもう大都会の中のエリアですけれども、この日はですねもう本当に王道中の王道、そばとカツ丼のセットですね。七味かけてますね両方にね。ほらもうこのお蕎麦屋さんのこのカツ丼ね、卵で閉じてあってネギが乗ってて、このシンプルなザ蕎麦屋のカツ丼っていうのいいですよね。でお蕎麦の方はこれ汁あったっけな。お蕎麦は本当に超シンプルなやつですね。普通のなんていうのざるそば的なやつですね。ぶっかけというか。夏場はねやっぱこの辺がそばがいいですよね。スチャダラパーのサマージャム95でもね、夏そば食べるみたいなくだりありましてね、夏毎年あれを聞いています私は。サマージャム95。そしてこれ今度東京池尻大橋ですね。これね、池尻伊発店っていうね、これ中華屋さんなんですよね。おしゃれ中華屋さんでバターと飯食ってますけどね。さあ続いてまた東京三軒茶屋、この日も、バターと飯を食っております。よく行く五臓六腑っていうお店でね、ここもねお酒がいっぱいあって飯物も全部美味しいんですよね。これトウモロコシのかき揚げですかね。
ここタバコも吸えてね、めちゃくちゃいいんですよ。さあ、そしてまた博多です。この期間やたら博多行きましたね。これが単独ライブですね。今チュートリアル単独ライブツアー甲骨の暁というネタライブのツアーやってますけれども、それの、3公演目かな、福岡で。この日ですね、ライブが終わって、友達たちの、見に来てくれた友達とご飯を食べにこれ行くんですけれども、博多といえばさっきも食べた水炊きとかもつ鍋とか、こう博多の定番グルメあるんですけど、ちょっとそれ以外のもの食べたいなということで、こちらザ・利休さんっていうねカレー鍋なんですよ。これがね、僕の友達の一緒にバンドやってるイサキック、イナゴライダーのベースのイサキックがおすすめしてくれたお店で、めちゃくちゃうまかったカレー鍋。イメージないでしょ、博多でねカレー鍋って。このねスパイス系ではなく、なんか丸3日煮込んでるんですって。本当にすごくね、なんつったらいいかな、甘みがフルーティーな甘みもあって、佐賀牛とかね、すんごいいいお店で、これはね美味しかったですね。決して辛さが強くはなく、辛さ控えめだけど、このカレー鍋がねすごい美味しいんですよね。いわゆるスープカレーのスープの感じとはまた違うんですよ。濃厚、サラサラ濃厚というか、だからすごい美味しいんですよね。で締めにカレーリゾットにもできるし、そばラーメンとかもできるし、ほんと美味しいんですよ。お肉ももちろん合うしね、牛とか豚とか、確か豚もあったと思うけど、であとこういうねイカとか博多の海鮮系ねのメニューもあります。とにかく綺麗ですよね。ほら美味しいんですよこれね。わざわざ東京から見に来てくれた友達、これ福岡の旅行がてらね、東京から見に来てくれた友達と、あと今は、鹿児島に住んでる夫婦の友達とか見に来てくれたので、この日は、4人でご飯食べております。キャベツと牛肉ですね。すっごい美味しかったです本当に。でこれが締めのラーメンですね。だいたいね福岡行くと打ち上げもつ鍋か水炊きかみたいな感じが多いんですけど、あと僕好きな吉田さんっていうね鯛茶漬けのお店とか、そういうとこ行ってたんですけれども、ちょっとね新たなラインナップとしてこの意外な博多でカレー鍋っていうのはありかなと思います。皆さんぜひ行ってみてください。以上、だいたいこんな感じのものを食べてましたっていう感じです。